こんにちは。野鳥撮影の朝です。今回は湿地で様々な野鳥を探してきました。カワセミやベニマシコなどの小鳥やシギたちに珍しいアリスイまで多くの出会いがあったので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。まず見つけたのは木の上に止まるノスリです。タカの仲間ですが、木の枝でじっとしている姿はまるで周囲を観察しているかのようですね。ノスリは小動物やヘビを狙うため、高い場所から地上を見下ろしていることが多いです。一般的には氷鳥ですが、冬になると海外から渡来してくることも確認されています。次に出会ったのはカワセミです。その輝く青とオレンジのコントラストが美しい野鳥です。主に川や池の近くで見られ、小魚などを捕まえて食べます。カワセミのくちばしは魚をつかむのに最適な形状をしており、水中に飛び込んだ瞬間でも水の抵抗を最小限に抑えられるようになっています。また、縄張り意識がとても強く、他のカワセミが侵入すると激しく追い払うことでも知られていますね。次は冬の草むらで出会えるベニマシコです。種子を主食としており、特にススキやヨシの種を食べる姿がよく確認されます。ベニマシコのくちばしは太くて短く、硬い種を割るのに適した形をしています。ピポという鳴き声が聞こえたら、近くにベニマシコがいるかもしれません。続いてはアオジです。草地や林の地面を歩きながら餌を探す姿が特徴的な冬鳥ですね。アオジはお腹の鮮やかな黄色が美しく、特にオスの顔の黒い模様がアクセントになっています。アオジは餌を求めて地面にいることが多いですが、危険を感じると素早く木の枝に逃げる行動をとります。そのため、そっと近づくことをおすすめします。続いてはカシラダカです。この鳥は冬になると日本各地に渡ってくる冬鳥で、モヒカンヘアの関羽が特徴的です。カシラダカは小さな種子が大好きで、群れで地面をつついている姿がよく見られます。続いてこちらのむっくりとした野鳥はモズです。小型の猛禽類とも呼ばれる鳥です。丸々としていてとても可愛いですね。モズは縄張り意識が強く、高い木の枝に止まって周囲を見渡しながら自分のテリトリーをしっかりと守っています。モズは低木の多い里山や農耕地でよく見られるので、ぜひ探してみてくださいね。続いてこちらはアリスイという野鳥です。キツツキの仲間ですが、他のキツツキのように木を掘ることはありません。代わりに地面や木の隙間にいるアリを舌で捕まえて食べます。日本では北海道東北地方北部で夏鳥として繁殖しており、冬には本州以南で見られます。続いて出会ったのはクサシギです。全体的に地味な見た目ですが、白いお腹が特徴的です。この鳥は湿地や浅い川辺で昆虫や小さな無脊椎動物を探して歩き回ります。クサシギは渡り鳥として知られており、日本では主に冬に観察されます。シギ類の中でもクサシギは比較的小柄で、群れを作らず単独で行動することが多い鳥です。
最後にご紹介するのはタシギです。この鳥は長いくちばしを使って湿地の泥の中からミミズや昆虫を探します。タシギのくちばしには先端にセンサーのような構造があり、泥の中に埋まっている獲物を感知することができます。驚きの能力ですね。さらにタシギは驚くほど速い飛翔能力を持ち、昔は狙うのが難しい鳥としてハンターの間で有名だったそうです。今回の野鳥探しはいかがでしたか？それぞれの鳥が持つ個性や行動には自然の奥深さを感じますね。皆さんもぜひ自然の中で野鳥観察を楽しんでみてください。今回の動画はこれでおしまいです。よければチャンネル登録と高評価をお願いします。またコメント欄で皆さんの最近のタンチョウエピソードなども教えてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。